안녕하세요、心です。今回は去年の年末にソウルからプサンに旅行した時の Vlog です。プサンへの直行便が少し高いので、せっかく韓国に行くならっていうことで、ソウルでまずは一人旅を満喫して、その後プサンでお姉ちゃんと合流してたくさん遊びました。またプサンでの Vlog は別で出すので、よかったらそれも見てってください。今回はプサンにも行くので、行きと帰りの飛行機は別々で予約しました。行きの飛行機は関西空港10時発のエアソウルに乗ります。この時は午前出発だったので全然急いでなくて、 SES の登録をしてみようと思って列に並んでみたんですけど、そんなに並んでなかったんですけど、一人一人割と時間がかかって結局1時間ぐらいは並んだと思います。なので韓国に頻繁に行かない方は別に登録しなくてもいいかなって私的には思います。ただ頻繁に行く方は SES 登録しとくと本当に10分もかからず外に出れるので、ぜひ登録することをおすすめします。朝ごはんから何も食べてなくてお腹が空いたのでおにぎりを買ってみたんですけど、個人的にはキンパの方が好きでした。これはなんかお米がちょっと硬かったです。温めて食べると美味しいかもしれないです。昔韓国のコンビニのおにぎりとかキンパってあんまり美味しくないっていう風な話を聞いてたので全然買わなかったんですけど、最近のコンビニのキンパめっちゃ美味しいので、ぜひ買って食べてみてください。おにぎりもちょっと高めのものやとこの間食べて美味しかったので今回も挑戦してみたんですけど、これはもう一つでした。キンパはプルコギとかカツとかチーズとかまで入ってるものがあったので、いろいろ味が選べて楽しいし、しかも美味しかったです。ただお肉類が入ってると日本に持って帰ることはできないので、こんな感じでタイミングが合えば食べてみてください。すいません、今気づいたんですけど、去年の9月からエアソウルが第2ターミナル着になってて、だから SES もそんなに人が並んでなかったんだと思います。第2ターミナル着の便が増えたんで第1ターミナルすぐかなと思ってたんですけど、相変わらず混んでるので、やっぱりインチョン空港の大きさって相当なんやなって思いました。で、いつも通りに一般列車でソウル市内の方に向かいます。第2ターミナルから電車も乗れるので余裕で座れてめっちゃ楽でした。個人的にインチョン空港からミョンドンまでそのまま向かうときは空港鉄道だとソウル駅が終着だと思うんですけど、ソウル駅からミョンドン駅に向かう4号線に乗り換えると階段がちょっと多いのと歩く距離が長いので、私はホンデで2号線に乗り換えてウルチロ1区で降りるようにしてます。そうすると乗り換える時の道幅とかも広くって歩きやすいのと、必ずエレベーターかエスカレーターが近くにあるのでミョンドン駅よりは私的に使いやすいです。私が節約したい時によく使ってるカリスターホテルさんのドミトリーに宿泊しました。荷物を置いてパパッとお化粧をしてミョンドンでまずはショッピングをします。ライズくんがモデルをしてるセターとか、次ジェノがイメージモデルを務めることになったマーティン・キムとか、ソンスまで行かなくても割とブランドが揃っててめっちゃ買い物しやすいです。時間のない方はミョンドンもおすすめです。せっかくミョンドンにいるので大使館の方で両替をしに来ました。なかなかコロナ前のレートには戻らないですね。戻ることあるんかなってぐらいなんですけど、まあ気にせず両替をしまして、愛しのマークさんを拝んで、前にウィシが日本で行ってたオクトンシクっていう豚コムタンのミシュランのお店があるんですけど、それが韓国に本店があって行ってみたらウェイティングが本当にすごくてめちゃめちゃ待ちそうだったので東京で行くことにして南出門市場まで来ました。すごいお出汁の口になってたのと、久しぶりにカルグクスが食べたくてやってきたんですけど、ちょっとフラフラしてみようかなと思って市場の奥の方まで行ってみました。去年ここに屋根ができてすごい見やすくなったんですけど、新しくなってから全然行けてなかったので記憶から抹消されてたんですけど、このアーケードの横にタチウオ通りっていう道があって、それを思い出したので行ってきました。コメントで教えていただいたんですけど、我らがウータンとモネクのシャヌさんが来てたお店があったらしくって、私はそれを知らずに SNS で見たお店に入りました。でもここもめっちゃ美味しかったです。次はノポギで行ってたお店に行こうと思います。
韓国ってこうやって何々通りって言って同じものを売るお店を集めて商店街みたいなのを作るじゃないですか。それってあんまり日本で見ない光景やなと思って、価格競争とかお客さんの取り合いで喧嘩にならないんですかね。海外独特の文化なんかな。どこのお店もこんな感じで店の前でお鍋をグツグツさせてます。多分左が2人前だと思います。じゃーん、これがカルチジョリンです。タチウオの煮付けなんですけど、私人生でタチウオを食べた記憶があんまりなくって、味の想像が全然できなかったんですけど、田舎で食べるサバみたいな感じで脂がしっかり乗ってて最高でした。タチウオ自体がすっごい柔らかくて油も乗ってるけど嫌な油っぽさじゃなくてさっぱりしてて、でこのスープもタチウオの出汁がすっごい出てて想像以上に美味しくてちょっとびっくりしました。興奮しすぎてすぐにストーリーに載せたんですけど、絶対にまたすぐ行きたいっていうぐらい美味しかったです。初めて何でも市場に行く方は辛いのが苦手でなければこっちを先に食べてみてください。ほんまに美味しかった。大根が大きいの2つとタチウオが2切れ入ってたんですけど、1切れで美味しすぎて白ご飯完食しました。2日目もグルメとショッピングを楽しもうと思います。私割と正直に食べ物はレビューしてるつもりなんですけど、この旅はほんとどこも大当たりだったのでぜひ真似して行ってみてください。朝からバスに乗って最近ソンスよりもよく行ってるハンナムドンの方にお買い物しに行きます。韓国のバス停って椅子が座るとあったかくなるようになってて、私前あったかすぎて太ももの裏に手を置いてずっと座ってたらバスを乗り過ごしました気をつけてください皆さんも。バスを必死に追いかけて乗るのもだいぶ慣れてきました。ハンナムドンの方に向かうんですけど、まずは朝ごはんが食べたいっていうことで結構早く出てきてオープンランをしました。ここは前からずっと気になってたベーグル屋さんで、ゴルゴンゾーラと蜂蜜のサンドがめっちゃ美味しいって話題になってたところです。私が大好きなロンドンベーグルのベーグルは水分たっぷりでもっちもちでしっとりしてて結構重めのベーグルなんですけど、ここのは外がカリッカリで中がもっちもちで軽めのベーグルでした。それがすごい食べやすくて、中のゴルゴンゾーラも重すぎず味も濃いすぎず蜂蜜と相性抜群で超美味しかったです。ロンドンベーグルのサンドだと一つでお腹いっぱいになるんですけど、これはペロッと食べられちゃいました。ここもまた絶対行きたいです。他のベーグルも食べてみたい。オープンしてから1時間後ぐらいには平日やったんですけど満席になってたので早めに行ってみてください。ベーグル屋さんがイテウォンの方だったので歩いてハンナムドンまで向かいます。朝ごはんをこの辺で食べてハンナムドンでお買い物したいなっていう方はハンナムドンにあるちょうど皆さんがお買い物するところの入り口にアベクシェリっていう塩パン屋さんがあるんですけど、そこも前に行って美味しかったんですけど私的にはこっちのベーグルの方がおすすめです。アベクシェリの塩パンはかなり甘めのものが多かったのでお買い物の休憩がてらに行くのがいいかもしれないです。まずは駅の北側のお店を見に来たんですけど、お昼からお買い物する方は多分11時半ぐらいやとお店がどこも開いてると思うので時間参考にしてみてください。プチプラブランドのジェネラルアイデアを見ました。ここのお店最近日本の通販からでも買えるようになってめっちゃ可愛いのでぜひサイト覗いてみてください。でもやっぱ韓国で買った方が安くはなると思います。そしてもう少し奥に行ったところにあるドヨンさんのシティブリーズで新作を見てきました。やっぱりここのお洋服は形が他のお店と全然違って独特なものが多くて可愛いです。ちなみにシティブリーズの向かい側の建物に入ってるミセキソウルっていうお店もモノトーンで形がちょっと変わったものが置いてて可愛いので時間があったら覗いてみてください。駅の南側まで降りてきて私が高校生の頃から大好きなロラロラを見ました。私の好みはラブリーなレースとかちょっとふわっとしたものなのでここのお洋服が大好きなんですけど、年齢的にもう自分が何を着たらいいか
わからなくなってきてて、最近好みと年が喧嘩してます。ちなみにこの服はチビには合わなさすぎて買いませんでした。その近くにあったラッティジェントっていう最近流行りのブランドでゆうしくんのソンミンスを買いに来たんですけど、まさかの本店では売り切れてて、後日違うセレクトショップで見つけました。こうやってお店の本店まで買いに行っても売り切れてることが多々あるので、無審査とかを先見てからお買い物するのがいいかもしれないです。他のお店もちらっと見てから一番お目当てだったエターナル U っていうバッグのブランドがあるんですけど、ここはハンナムドンからちょっと離れててバスに乗って行ってきました。でもたまたまこの日臨時休業で空いてなくてお目当てのバッグは買えませんでした。その代わり猫ちゃんに会いました。お目当てのバッグが買えず物欲が満たされなかったので、パン屋でブラブラしてからソンスの方までお買い物しに行こうと思います。レスト&レクリエーションはハンナムドンの店舗よりソンスの店舗の方が大きくて、商品の品揃えもめっちゃいいのでおすすめです。ブランドロゴが入ってる T シャツも可愛いんですけど、ここはニットがめっちゃ可愛かったです。でその次にセターまで来て、ここでもまたゆうしくんのソンミンスを探してたんですけど、一応見つけたのは見つけたんですけど、ちょっとリニューアルっていうか若干デザインが変わったみたいで買えませんでした。で本当はソンスでもうちょっとお買い物をしたかったんですけど、夜ご飯を予約してたので急いでサムガッチの方に向かいます。この辺りは最近可愛いカフェとかレストランがいっぱい増えてて、韓国人の方からも人気のスポットです。今回はご招待いただいたイタリアンのお店でクリスマスディナーを一人で食べてきました。韓国のイタリアンってまた日本とメニューから全然違って大好きなんですけど、韓国中華とか韓国フレンチっていうのがあるみたいに、イタリアンも韓国式のメニューで日本にはないようなものが食べられます。今回はチーズボールとジャンボンバターサンドってあるじゃないですか、それのパスタバージョンを頼んでみました。このチーズボールはコーンフレークと揚げたトウモロコシが一緒に乗ってて、それとふわふわのチーズが本当に合ってて超タイプのチーズボールでした。ジャンボンブーレパスタもくどすぎないけどチーズの味は濃厚で、程よくブラックペッパーが効いててほんまに美味しかったです。とこういうクリーム系のパスタもいいんですけど、韓国って辛いパスタとかもあるんですよ。私初めて韓国でパスタ食べた時にペペロンチーノとかじゃなくってクリームパスタに唐辛子の粉がかかってたり、キムチオイルのパスタとか日本で見たことないものがいっぱいあって、でもそれが食べてみたらびっくりするほど美味しくって超感動したんですよ。ぜひ皆さん韓国でイタリアン行ってみてください。日本では食べられないような韓国独自のメニューがいっぱいあって楽しいと思います。続いて3日目はミョンドンで朝ごはんを食べようと思います。なんかいつもホテルの近場で朝ごはん食べるのちょっともったいないような気がして、少し遠出してパン屋さんとかに行ってたんですけど、この日はミョンドンのど真ん中にあるグリークヨーグルトのお店に来ました。お店の外観を撮ってたらまさかの視聴者さんが気づいてくださってめっちゃ嬉しかったです。でここのお店はヨーグルトアイスもあるんですけど、グリークヨーグルトが食べれるっていうことで朝ごはんに食べに来ました。私が頼んだのはちょうどこの時クリスマスだったので、クリスマスボールっていうドバイチョコが入ってる期間限定のものを頼みました。私グリークヨーグルトを家で何回か作ったことあるんですけど、なんかバサバサ水の切り具合が全然つかめなくって、食べた後に口に残るネトっとした感じがちょっと苦手で最近食べてなかったんですけど、ここのグリークヨーグルトがちょうどいい水切り加減で喉に張り付かないって言ったらいいんかな。水分は切ってあるけどでもずっしりしたヨーグルトでクリーミーな感じでめちゃめちゃ食べやすかったです。こういうのってトッピングがちょっと少なくてグリークヨーグルトが余ったりするじゃないですか。でもここのはトッピングが多めで、グリークヨーグルトも結構重いものなのでそんなに多く入ってなくって、白ご飯とおかずみたいなちょうどいいバランスで一人で余裕で食べきりました。この前ドトリ行った時は結構きつくて最後ドリンクで流し込んだ記憶があります。ミョンドンに泊まる方は朝もいいんですけど、夜だと食後のデザートにアイスクリーム食べに行ってもいいと思います。
朝ごはんは食べたら昨日のリベンジマッチということでエターナル U に直行しました。実は9点で購入できるんですけど、私の欲しいバッグがまだ日本未上陸だったので、この旅で絶対にゲットしたいと思ってたカバンを買いに来ました。気が早すぎてオープン前に着いてしまったので、ちょっとだけ待ってお店に入りました。店員さんがめちゃめちゃ優しくて、サービスで靴下とかまでくださいました。ショッパーも超可愛かったです。うちわが入る大きさなので、これからライブバッグとして愛用していこうと思ってます。その後はカメラも回さず、前日にソンスでウィンドウショッピングだけして狙いを定めてたお洋服と雑貨を買いに行きました。気づいたらもう夕方になってたんですけど、最後の最後に夜ご飯を食べに行こうと思って歩いてたら、なんかポップアップなんかな、セール会場みたいなのがあって、そこになんと私の狙ってたゆうしくんのソンミンスのパーカーのブランドがあったんですよ。で、これはもしやと思って入ったらありました。わー、もう見つけた瞬間手に取って抱えて他の商品を見てたんですけど、皆さんぜひ本店に行って在庫がなくても諦めないでセレクトショップとか見てみてください。もしかしたら在庫があるかもしれないです。もう超嬉しくて、その日からめちゃめちゃ来てます。しかもセールやったんで3000円ぐらい多分安く買えてラッキーでした。で、夜ご飯はこのソンスの大通りの道をまっすぐ歩いていったところにあるドヨンさんの聖地でご飯を食べようと思います。前にテイクアウトで寄ったことあるんですけど、ノルンサントッポッキって言ってドヨンさん常連のトッポッキ屋さんがあって、前は屋台で出てたんですけど、それが潰れてしまって今回建物に入って店舗になったっていうことで改めて行ってきました。一応ソンスからも歩いて行ける距離ではあるんですけど、若干遠いのでバスとか乗って皆さんは行ってみてください。ここのトッポッキ屋さんは24時間営業で、しかもめっちゃ安くって量も多くってすごい人気なお店です。前にドヨンセットっていうメニューがあったんですけど、それはなくなってました。ドヨンセットはトッポッキに揚げ物が4種類とスンデなので、前回は2日間に分けて食べました。今回は食べて帰るのでトッポッキとスンデの揚げたものを食べました。韓国の屋台ってトッポッキめっちゃ辛かったりするじゃないですか。でもここは激辛が苦手な私でも食べれるぐらい甘いので、ぜひドヨンさんのファンじゃない方も行ってみてください。もう一つノルンサン市場にドヨンさんの聖地があって、トンデムンコプチャンっていう前お母さんと2人で食べたホルモンとカニ鍋のお店なんですけど、そこも超美味しいのでおすすめです。はい、じゃあ最終日は大きな荷物と大きな態度の人がプサンに向かいます。今回もまた節約しようと思ってバスに乗ってプサンまで向かうので、高速ターミナルに移動します。高速ターミナルって百貨店があったり地下街があったりして、割とグルメも楽しめるんですよ。前回はお稲荷さんのお弁当を買ってバスに乗って食べたりして、それがめっちゃ楽しかったので、今回も百貨店の下で買い物しようかなと思ってブラブラしてたんですけど、なんとここにファイブガイズを見つけてしまいまして、私前回の動画でファイブガイズのハンバーガーを紹介したと思うんですけど、この時に初めてここで食べました。私が今まで食べてきたバーガーチェーンの中でダントツ美味しかったです。私ハンバーガーのこだわりがすごくて、個人経営のお店によく行くんですけど、まずパンが好きなのでバンズから美味しくないと嫌なんですよ。ファイブガイズはバンズから美味しくって、中に入ってる具材も一つ一つめっちゃ美味しくてびっくりしました。まずはベースのハンバーガーを選んでから中のトッピングを選べるんですけど、この日は目に入ったやつを適当に選んで入れてもらったんですけど、これがめっちゃ美味しくて、トッピングは別に選ばなくても全部入れることもできるみたいで、前回全部入れてもらったんですけど、この時に食べた組み合わせが一番美味しかったのでおすすめです。ハンバーガーこれ単品で頼んで1400円とかやったかな。結構高めなんですけど、普通に個人経営のハンバーガーショップ並みに美味しかったので、ぜひ日本にも上陸してほしいです。
その後新世界の方でなんかバスの中で食べるもの買おうかなと思ってフラフラしてたんですけど、何も見つからなくって結局バス乗り場の近くにあったタイガーシュガーでタピオカを買って乗り込みました。タイガーシュガー高校生の頃よく飲んでたのですごい懐かしかったです。日本で全然タピオカ飲むことなくなっちゃったんですけど、やっぱり韓国に来たら謎に飲んでしまいます。安定に黒糖ミルクティーを堪能してプサンに向かいました。今回も隅から隅まで目いっぱいに楽しんできたので、プサンの Vlog も楽しみにしててください。ではまた次の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。